おはこんばんは、オリーブです。今回は今ボートの偽装を作っているんですが、これではなくていつも乗っている車にガタが出ているので、そちらの部品交換をやっていこうと思います。交換する部品ですが、ロアアームという部品を交換していこうと思います。これは今片側だけもう交換してしまったんで、交換した後のロアアームですね。このパーツを新品に交換していきます。そしたらまず車入れてジャッキアップしていきます。オーライ、オーライ、オーライ。はい、そしたら作業の流れなんですが、ロアアームの状態を確認して取り付け位置の確認をしたら取り外し取り付けをしていきます。ちょっとしたコツなんかも説明していきます。車種はエブリーの DA64V の6型で、左前タイヤの作業をしていきます。エブリーの場合、この辺りにリジットラックかけるんですけど、この泥よけが邪魔なので最初外していきます。道具を入れやすいようにハンドル回してタイヤだけ傾けていきます。はい。で、今、タイヤの状態なんですが、縦には、特にガタがないんですが、横に振ると、ガタがすごくありますね。こんな感じです。ちょうどここの部分にガタがありますね。ここに見えてんのがロアアームですね。これを交換していきます。はい、これ今新品のロアアームなんですけど、これをそのまま上の方に取り付けるとこんな感じになりますね。ボルトの取り付け箇所は3箇所ですね。なのでこちら側もボルトを3箇所外していきます。狭い箇所なので手持ちで見てみると、この手前から右奥の方に1箇所と左の奥の方に1箇所、あとはこの手前側ですね。ここに1箇所あります。それでこの最後のボルトが一番外すのに苦労すると思います。なので引きで見ると1、2、3箇所ですね。ちょうどこの三角の頂点にボルトが止まっていますね。とりあえず全てのボルトをまず緩めていきます。そしたらここのロアアームを外したいんですが、最初にここのストラットのここのボルトを緩めていこうと思います。このストラットが多分こういう風にテンションをかけているので、ロアアームのボルトにもテンションがかかってしまって外しにくいと思います。合ってるかわかんないですけど、なんとなく作業しててそんな感じがしたので、このボルトを最初に緩めていきます。で、ストラットのボルトはこんな感じで事前に油を刺しておきました。使ったのは556ですね。使う工具はこの KTC の BS30 っていうもらったやつですね。これを使っていきます。で、この工具はここに押すところがついてて、これを押しながら引っ張るとこんな感じで延長できる工具ですね。この先端にソケットをつけて使っていきます。なるべくこういう力のかけやすい工具を使った方がいいと思います。足回りなんか結構ボルトが硬いですからね。でもまあこれでもまだ硬いので、良くないですけど、パイプを差し込んで延長して回していってます。17mm のソケットで緩めていきます。鉄パイプで延長しちゃいますね。左回しです。よし、硬いな。
これは反対か。こっちから緩めないとダメですね。じゃないとソケットが入らないですね。そしたらこいつに針金をかけて適当な場所に吊るしておきます。はい、こんな感じで下側にまず針金をかけておいて、ここのボルト2本を外したら上の方に反対側の針金をかけていきます。もうちょっと延長するか。上の見えにくいですけど、この辺りのスプリングに反対側はかけておきます。いいかな。そしたらまずは3箇所すべてのボルトを緩めていきます。エブリーの場合、ここにアンダーカバーがついてるんですけど、これ外さないと邪魔でソケットが入っていかないですね。クリップ外しっていうのがあるので、こちらでクリップを外してアンダーカバーの方外していきます。こういうクリップですね。こんな感じになっているので、溝にかけて押し込むとこんな感じでクリップは外れますね。このクリップは大量に買い込んでるので、外す時に割れても大丈夫ですね。よいしょ。片手でできるかな。こんな感じですね。はい、そうするとアンダーカバーが外れて、ここにあるナットの方にソケットをかけられるようになりましたね。はい、それで今ここにリジットラックをかけてしまったんですが、ここにかけてしまうとボルトを緩めた時にロアアームを外しにくくなるので、後でリジットラックは移動しようと思います。ここも邪魔だな。ここは 10mm のボルトですね。ここのナットは 17mm ですね。これ一回いけるかな。最初延長しないでやってみます。大丈夫かなこれ。緩んだっぽいな。あ、緩んだ。これ反対側にもボルトがあるんですけど、この下側のナットを回すと上側についてるボルトが共回りしてしまうので、上側のボルトを回り止めしながら下のナットを回していきます。ここのアンダーカバーも邪魔なので外しました。アンダーカバーはクリップかボルトかどっちかで固定されていたと思います。確かクリップだったと思います。はい、次はここのボルトを緩めていきます。ここは 14mm のボルトですね。よいしょ。ここも共回りする場合は反対側のボルトを回り止めして外した方がいいと思います。やんなくてもいけるかな。あ、いけたな。よし。OK。外して。で、最後がここですね。ここも 14mm。これはストラットを固定しないと動いちゃうな。ということは、ストラットを緩める前にこのナットは緩めた方がいいみたいですね。ストラットのボルトを締めないではめるだけにして固定して、ここを外していきます。よいしょ。もう回りか。
そしたらボルトを抜いていきます。これ今簡単に抜けましたけど、ストラットのボルトを止めたままだと全然抜けないんですよね。って言ってますが、ここをよく見るとストラットのボルトついてるんですよね。ナットは締め込んでいない状態なんですが、でも軽い力でボルトは抜けたんですよね。ちょっと調べてみると、ボルトは抜かなくてもナットを緩めるだけでもロアアームのボールジョイントのボルトが抜きやすくなるみたいですね。よいしょ。で、最後に奥だな。これを抜く。なんか下から叩くか。ドライバー刺してゴムハンマーで叩いて、このボルト抜いていきたいと思います。抜けた。はい。で、今3箇所のボルトが抜けたんですけど、ボルトで止まってる3箇所のうち、この右側は手前に引っ張れば、上下にゴムがあるんで抜きづらいですけど取れると。左奥に関してはもう何もしなくても外れてるんですよね。ここの車輪側ですね。ここが厄介で、ボールジョイントになっているんですけど、ボルトが外れても抜きづらいんですよね。ここ狭くて映しづらいな。はい、こんな感じで中心に割れ目があって、ここを開きながらここのジョイントを下の方に抜くという感じで、すごく抜きづらいです。どうやって外すかっていうことなんですが、たまたまこういう工具持ってたので、これを使って差し込んでここの隙間を広げていこうと思います。で、これ叩きすぎると割れることがあるみたいなんで、慎重に隙間を広げていこうと思います。この工具は多分タガネみたいな工具なんですかね。アネックスの工具みたいです。これは調べて後でテロップを貼っておきます。ちょっとうまく映るかわかんないですけど、この画角で外していきます。これもうストラットはボルト止めたままの方がいいですね。よし、抜けた。反対側はもっと苦労したんですけど、思ったより簡単に抜けちゃいました。左の方が抜けていて、タイヤ側の方も抜けたので、あとはこの右側の方ですね。これを抜いていきます。で、上下でゴムのブッシュみたいなのついてて抜きづらいので、ロアアームをグッグってひねりながら抜いていこうと思います。その時にこれがまた邪魔になるので、ストラットのボルトをもう一回抜いちゃいます。そしたらこいつを持ち上げて、ちょうどここがゴムブッシュのついている部分になりますね。よし、引き抜いていこう。ステアリング反対に切るか。よし、これが意外としっかりはまってんだよな。ここのリジットラックが邪魔なんだよな。これうまい抜き方ないのか。よし、抜けた。はい、これが抜けたロアアームですね。もうボールジョイントがこんな感じでゆるゆるですね。これは新品のロアアームなんですけど、ここのボールジョイント、指じゃ簡単に動かないようになってますね。これを今度は取り付けていきます。はい、今ロアアーム取れた状態ですけど、この右と左の奥はわりかしロアアームをはめるのがそんな大変じゃないんですけど、と言ってますが、右のブッシュのついてるところは少しはめるのが大変でした。さっきもタガネ使ったこの裏のボールジョイントをまたはめるのも大変なので、一工夫したいと思います。まずは簡単にはめられるところをはめていきます。
そしたら新品のボルトを純正で買っているのではめておきます。よし、そしたらナットを軽く留めて、抜け止め防止だな。そしたらここのボルト通していきます。こうやって押しながら避けながら、よいしょ、こうだな。はい、でこんな感じで右とこれ左ですね、ボルトが通りましたね。ここまでは割と簡単にいけるんですよね。で最後のこの手前のボルトですね、こちらをはめるのが結構大変なんですよね。ちょっと下からアングル変えて取っていきます。はい、まず今ボールジョイントがずれている状態なので、そしたらボールジョイントをこちらにはめていきます。はい、今こんな感じで軽くはまってる状態になってますね。そしたら今度はパンタグラフジャッキを使っていきます。適当な木を使って当て物をしながら持ち上げていきます。なるべくジョイントの真下に来るようにやった方が多分いいのかな。こんな感じですね。ある程度押し込んだら、ここの部分の割れ目にこのタガネを打ち込んでいけば、ジャッキに押された力でここのボールジョイントの金具が自然と入っていきます。ジャッキの力が弱そうだ。あ、ダメだな。ずれてる。お、よし。はい、なんとか入りましたね。結構狭いんで、ハンマーで叩きづらかったですね。あんまりジャッキで強く押すと、ここのボールジョイントがぐにゃって曲がって、変な力で押し付けることになるので、ジャッキで軽く上に力を与えておいて、メインはここの割れ目の部分にタガネをしっかりと差し込んでいくことが作業のポイントみたいですね。少しやけになって強く押し込んで、ボールジョイント変な方に力かけちゃいましたね。あんまり焦らずじっくりと作業はやった方がいいですね。そしたら、ナットの方締めていきます。まず、ストラットのボルトを忘れないように戻していきますね。の前に、油を塗ったので、油を取んなきゃな。ロアアームの方は全部新品なので、そのままで取り付けていきます。ロアアームのブラケットは掃除した方が良かったかな。後で掃除しておいた方がいいかな。一応ボルトのサビも取っておきます。こんな感じでインパクトに刺して、だいたい取れればいいかな。針金も外して、そしたらボルトを規定トルクで締め付けていきます。はい、今からロアアームを締め付けていくわけですが、実際にはタイヤを取り付けて地面に設置させながらやるか、ロアアームのここの部分をジャッキで持ち上げて、車が地面に設置した状態を作って、ボルトやナットは締め付けた方がいいと思います。一時締めってやつですね。ジャッキでロアアームを上げる場合、どこまで持ち上げるかですが、
だいたい水平になるぐらいまで持ち上げるといいみたいですね。一時締めするのはゴムブッシュがあるここのボルトだけみたいですね。稼働する部分は多分一時締めしなくていいんですよね。なぜなら稼働するから。なのでゴムブッシュのここのボルトだけ着地させた状態でボルトを規定トルクで締め付ければいいんだと思います。それで一時締めしない、もしくは忘れるとどうなるか。このブッシュがねじれて固定されるから消耗が早くなるみたいな感じらしいです。実際には劣化具合は変わらないって意見もあるみたいです。映像ではそのままやっていますが、後で一時締めをして締め付けトルクを守って締め直しています。こういう締め付けトルクの整備書の部分コピーしてディーラーにもらったので、これを参考にやっていきます。ストラットが95ニュートン。ここで締めましたよと。次がロアアームのこのゴムのブッシュがついているところですね。こちらの締め付けトルクが95ニュートン。ストラットと同じか。で、締め付けていきます。これは DA64V の場合ですね。はい、今まだボルトを締め付けてる最中ですけど、だんだんボルトのここが飛び出てきて、普通のソケットだとソケットに当たって回せなくなるので、ディープソケットを使わないと回せないですね。95いってるな。回しましたよーと。ここが90ニュートンですね。こういう動きするところのジョイントですね。工具が入らないから、これは。ちょっとソケット斜めになっちゃうんで、ジャッキを使ってサポートにします。これで90ニュートン。ここは締め付けましたよーと。ここが55ニュートン。55ニュートン。55ニュートンか。そんなに強く締め付けないんだな。よし。はい、そしたらタイヤですね。85ニュートンで締め付けていきます。これは余談なんですけど、タイヤが85ニュートンなのにストラットとかロアアームが95ニュートンでボルトを締めるのがちょっと面白いなーって思いました。はい、今軽くナットの方を締め付けてみたので、これでもう一回タイヤを動かしてガタつきがないか見てみます。うん、大丈夫だな。あとはアンダーカバーを戻してタイヤを地面に下ろしたら規定トルクで締めていきます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はエブリィのロアアームの交換をやってみましたね。他の車種でも多分大体似たような形なんじゃないかなとは思います。ちゃんと見たことないですけどね。3つのボルトで大体止まってんじゃないかなっていう感じがしますね。はい、最後まで見ていただいた皆さんには
こちらの取り外したロアアームですね。2本1組セットでプレゼント。はい。で、次回なんですが、ちょっとまだもう一つの車、タントがあるんですけど、そちらの方も修理しないと車検が通らないので、次回の動画はタントの修理をしていこうと思います。それが落ち着いたら、今度はボートの偽装の方、続きをやっていきたいと思います。修理って本当にいいですね。さよなら、さよなら、さよなら。チャンネル登録やグッドボタンを押していただけますと、すごく動画制作の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。